ご理解第60節。おかげは受け得受けがち。おかげは我が心にあるもの。お得は神様がくださるもの。詩人様の見教えにも、おかげは神から出ると思うな。氏子の心の中から出るものじゃとありますが、お得はそういうわけにはいかぬもの。久留米教会の初代は、お得は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは徳を受けた者には勝てません。お徳は神様がくださるものと、おかげは我が心から出るものですか。我が心にあるものとあります。微妙な関係ですね。おかげは我が心にあり、和らぎ喜ぶ我が心にあり、ということですけれども、教祖が説かれたおかげは我が心にあり、和らぐ喜ぶその心にある。師匠のこの論法からいきますと、なるほど、おかげは我が心にありだと。しかし師匠が教えてくださる、説かれる、それはお徳をいただく、ご神徳をいただく手立てを教えてくださるわけですね。最後の方にもあります。本当のおかげは徳を受けた者には勝てませんとありますね。ご神徳、そしておかげ、どちらが上かというと、やはりお徳の方が上だということになりますね。50歩100歩のところもありますけれども、本当の意味においてはおかげよりかお徳、ご神徳の方がもっと値打ちがあるものということになります。ここで注意せねばならないのは、なるほど、おかげは和らぎ喜ぶ我が心にある。しかしご神徳は我が心にありとはおっしゃっておられないところですね。なるほど、おかげは我が心でいただけれるのかもしれない。しかしご神徳はそうとは言えないというわけですね。ご神徳をいただこうと思えば、ただ和らぎ喜ぶ我が心になっただけではいただけないものだと思いますね。そこに何かがやはり加味されなければならない。大抵はおかげは我が心にありで止まってしまうものですけれども、ご神徳は何とかにありということになるとどうなるでしょうか。あえて言えるとすれば、ご神徳は愛楽理念にありということになるのではないでしょうかね。おかげをいただきたいなら和らぎ喜ぶ我が心になることだと。しかし我が心になったからといってご神徳がいただけるかというと、そうかどうかはわからない。おそらくまだ足りないのだろうと思いますね。我が心になっただけではおかげはいただけてもご神徳がいただけれるかどうかはわからない。ご神徳をいただこうと思えば愛楽理念を身につけよう。愛楽理念をいただき、
表すということだと思いますね。おかげは我が心にあり、ご神徳は哀楽理念にあり、ということだと思いますね。大変微妙なところですけれども、誤解を招きかねないところかもしれませんけれども、おかげとご神徳の違い、そしてご神徳をいただくには我が心だけではダメなのだということなのですね。今朝はあるお夢をいただきました。何かお夢の中でお食事をしているようなのですけれども、そこにわさびが出されるのですが、このわさびはあんまり効かないと。だから大丈夫ですと言って食べているところでしたけれども、わさびが効くから用心して食べてくださいと言われるところなのですけれども、そのわさびが効かないというわけです。わさびというのは、師匠は我が心の輪に人弁に左の差、美は美しいと書きますね。和らぐ心、そして人弁に左ある教会のことを意味しますが、そして美しい心、これはまさにある教会のご信心のことを意味されたものだと思いますけれども、それが効かなくなってきていると。胡椒が辛くなかったら胡椒の値打ちはない。わさびも同じで、わさびが辛くなかったらわさびの値打ちはないわけです。ではそのわさびが辛いわさびがわさびとしての値打ちは何だろうかと。わさびがわさびたらしめていたものは何だろうかと、新中記念の時にしきりに思わせていただきましたが、それは教例会ではないだろうかと思いました。その教会を下支えしていたもの、それは教例会ではなかろうかと。それこそ毎日月の30日のうちの教会行事がある時以外はどこかで教例会が開かれていました。また日に2箇所も3箇所も同じ日にあるということもありました。その教例会によってもちろん教会とご信者さんのつながりもでき、強固なものとなり、またご信者さん同士のつながりも強固なものとなっていたように思いますね。やはりその教会を支えていたものは教例会ではなかったのかと。この教会のわさびというのでしょうか、辛いもの、それを結束をしていたもの、それは毎日どこかで開かれていた教例会、つながりではなかったのだろうかと思わせられた次第です。この新型コロナウイルスの時に、いわゆる人と人が集まる教例会はなかなか開けませんけれども、これはいわゆるバーチャル教例会というのが開けそうな感じがいたします。また神様がそれを願っておられるのかなという感じがいたしますね。それはお互いの人がそれこそよりよく助かっていく、人が今以上に助かっていく、そのためにはやはり教例会というものを持たせていただく。それによって自らの思いも語り、また人々の話を聞き、共に協励し、共に信心を深めていく。それによってより一層の助かりが得られる。そのより一層人が助かることのために、
というところに焦点を置いての教例会、こういうものが今確かにできつつありますね。そういうズームですか、そういうものを使うとできそうな感じがいたします。これならば家にいて教例会に参加できるわけですから、何かしら無限の可能性がそこにあるように思いますね。神様が一つのヒントをくださったような感じがいたします。神様はダイレクトに教えてくださることよりも遠回しに教えてくださり、考えさせる、そういうヒントをくださるお方のようですね。そしてそこから自分の中で練り上げていく、そういう作業を神様が求めておられる、そういう神様ですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。